宇宙は空体または物質母体とも言うべき異及び異体から分裂した運動意識を有する最小単位の物質原子体意志を総子とする。この意志は吸引廃脚力によって他の意志群と修正運動を開始し、その修正体には意志の有する単純な機械的運動意識の集積として積極的合目的的活動能力を有する意識が生じる。この意識は修正体内の意志群をより高度な組織体に発展させるため、万物創造の気力として電性意識力と理性意識力を生み出す。この両力は同一修正体内で包容交互の作用関係にあって宇宙万物の造成を営む気力として活動する。この両力の発展的創造的自己運動の悠久なる過程で宇宙が完熟、太陽、星、地球などは意志群が集成から凝集、凝固へ進み固体化したもので、元素や生物、人類などはこれらの固体から第二次的に生まれた。陰電子とは先の完熟電子の発展体である。この時代の宇宙界で引力が最も強大なのは凝固年体の集団体である。その放射する年熱線、すなわち未熟電子体は全宇宙界を灼熱化してあらゆる凝固体群の結合を容易にする。またさまざまな結合体を吸収し再びこれを宇宙界に放出する。陰電子は完熟電子が凝固年体群の中に吸収され、高熱の中でさらに原型のまま圧縮固結されて再び宇宙界に放出されたものである。それは有核体物質として最高度に固結されたものである。分解電子とは完熟電子が空間において他の完熟電子その他と衝突し、または凝固年体へ吸収される際にその激烈な衝撃を受けて分解されたものである。その分解電子には次の2種類がある。強分解電子と弱分解電子である。強分解電子とは完熟電子の核内の中間微子と核外の未熟電子が結合したものである。弱分解電子とは完熟電子の核内の単位子と核外の未熟電子が結合したものである。この分解電子は分解された瞬間の強いエネルギーによって他の微粒子と結合して新たな結晶体を作る。陽子の創生にあたってまずこれを作る要素から説明しよう。宇宙に完熟電子が生成氾濫する頃、これと時を同じくして不安定固体としての中間微子を主体とした結集体が生まれる。それはもちろん未熟電子単位子をいくつか従属する結集体である。この結集体が先の強分解電子の分解直後の強烈なエネルギーによってこれと結合する。したがってこの結合体は中間微子を主体として生まれる。そしてそれは分解電子の衝突力によってのみ結晶するものである。陽子とはこのような中間微子を主体とした結晶体と強分解電子の結合したものである。したがってそれは未熟電子、中間微子、単位子の三者の第二次的結晶によって生まれる。この陽子は陰電子のように固結されず凝固年体を通過しないものである。そのためその構造内部には空間が多く、吸引、廃脚、浸透力も強大である。これが凝固年体に吸収されるときは分解されて他の物体に変容する。陽子とはこのような三者が結合した一角体である。陰電子は凝固年体群を通過して固結されたものであるが、陽子は強分解電子の衝撃力によって固結されたものであるため、その結合度が低い。こうして陽電体としての機能を持つに至ったものである。中性子の成立は独自の過程によってなされる。先の陽子の主要素である中間微子を主体とした結集体が宇宙界に氾濫する頃にはもう一つの特殊な結集体が現れる。それは意志を主体とする結集体である。この結集体は中間微子でも未熟電子でもない単純な淡い凝固体である。この凝固体が主体となっていくつかの未熟電子を従えてかろうじて一つの結集体となっているものである。この意志を主体とした結集体に弱分解電子が分解直後の強烈な衝撃力によって結合する。こうして生まれる結集体はそのほとんどが意志の単純結合物であり、これに未熟電子が参加して強固な結集体を形成したものである。これは陽子のような強大な吸引、廃脚力を持たず宇宙界で将来
最も優位な発展の素因となる結晶体である。それは陰電子のような強力な反発力をも示さない。中性子とはこのような意志を主体とする結晶体に弱分解電子が結合して生まれた陰陽機能を持たない結晶体である。もとより中性子や陽子は各々の構成要素の移動変化によってその性質は自由に変化し得る。以上に列挙した以外の結晶微粒子が無限に成立し得ることは論を待たない。さて我々は完熟宇宙建設の基礎的物体の生成するのを見た。宇宙界は今や高度結晶微粒子群の凄まじい活動によって次第に当初の不安定状態から脱出していく。ここで断っておきたいことは、現代の自然科学は宇宙発展のこの時代の創生物体を対象として研究している。そのため有核体物質創生以前の悠久なる物質発展の各段階はこの程度の解明ですら現在からすれば仮説にとどまるのである。しかしこの仮説をあえて真論として我々はここに提示する。もし現代自然科学がこの仮説を否定するならば、我々はむしろ喜んでこれを受け入れ、その偉大な研究成果に絶大なる敬意と賛美を呈するだろう。我々はこのような人類の努力を待望しているのである。前の動画で電性理性量意識体の部分的発展体としての陰電子陽子中性子等が成立するのを見た。ところがこの量意識力はこの程度で自己の発展を思いとどまることはせず、この段階まで発展した力をさらにますます旺盛にして、いよいよ完熟宇宙の創造に力を尽くすのである。原子とは現代の自然科学から見て最小単位の有核体物質である。しかしこの原子の構成要素が先に述べた陰電子及び陽子中性子の三者であることはもはや常識であるため、あえてここで説明する必要はないであろう。ただここで注意しておくことは、この原子そのものは電性理性量意識力の部分的活動体という点である。この物質根源の能動意識力を見落とすならば、この原子の結合体として将来完成を見る生物の高度意識力の実態がわからなくなるのである。原子は有核体物質である。我々は先に完熟電子のところで単位子と中間微子とが結合して核を作り、その核外に未熟電子が付着して一定の距離にとどまって自転しながら核の周囲をぐるぐる旋回していることを述べた。原子の構造もこれと同様であって、いかなる原子もその中心に陽子及び中性子が収まって核を作り、その核外に陰電子が一定距離を隔てて付着していて、核内と自己の吸引廃脚力の均衡点に自転しながら核の周囲を円形を描いてぐるぐるとこう転している。原子の種類によっては何十個かの陽子と中性子とが核内に収まり、何十個かの電子が核外を二重三重に取り巻いて旋回している。我々はここに物質の運動形式が一つの法則の下に支配されていることを認めることができる。小廃子から電子、原子、大は地球と月、太陽と星群の関係に至るまで、いずれも等しく各々自転運動を続けながら公転運動を行っている。そしてそれによっての未万物の均衡が保たれている。この厳然たる調和の姿こそ万物発展の根源力である電性理性量意識力の輪に基づく活動の表れである。